こんにちは、アンナスです。今日は、丸いサテンステッチがたくさんある図案の時の、サテンステッチの向きですね。その向きをどう揃えればいいのか、どうなのかっていう話をしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、よく聞かれるんですけど、これの話なんですよね。このおひなさまのミモザの部分の向き、お花の向きですね。これを私は全部揃えてやってるんですけど、揃えた方がいいのか、それとも一個ずつ縦とか斜めとかいろんな方向でやった方がいいのかみたいな話を質問をよくされるんですけど、これ初めて刺繍した時になんかいろんな向きで最初刺してたんです。なんか横とか縦とか斜めとか。そしたら悪くはないんですけど、なんとなく揃ってる方が綺麗だなっていうことに気がついて全部抜いて、そんな刺してなかったんですけど、全部抜いて全部横に刺し直したら結構ね、ツヤが整って綺麗に見えたので、そういうことかと思って、なのでなんか水玉模様みたいな、とりあえず丸をいっぱいとか四角をいっぱいとかそういう図案がもしあったら向き揃えた方が仕上がりが綺麗です。で、サテンステッチばっかりの図案、私の場合は結構サテンステッチをよく使うんですけど、サテンステッチばっかりの図案っていうのはその向きでこの溝を作ったりとかして、そのパーツを表現して、それでその作品っていう感じに例えばこれだとおひなさまに見えるように、刺繍のステッチの向きで表現してるんですね。これで対によく使われるのがこの5月5日の兜の刺繍なんですけど、これもなんかそのステッチの向き全部横で刺しちゃったら何が何だか分かんない一つの塊みたいになってしまうので、向きをいろいろ変えて、これで形を表現しているんですけど、こういう特に何でもいいよっていう図案に関しては向きは揃えた方が綺麗だなっていうのを、これを刺繍して発見しました。なのでもしそういうのが出てきたらそれでやってみてください。で、向きっていうのはちょっと図案をお見せするとですね、こういう感じで向き書いてあるので、向きは私が決めてるんです。でも決めてないものに関しては揃えておけば綺麗じゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。